皆さんこんにちは。白玉ファミリーのママさんです。今回は1200人に聞いたおすすめしたいミステリー小説ベスト20をご紹介したいと思います。ぜひ動画最後までお付き合いください。はい、今回は久しぶりのアンケート企画になっています。アンケート期間に、調査をお願いいたしまして、約1200人の方にご回答いただいた、ものを集計しまして、ランキング形式でご紹介したいと思います。質問は、皆さんのこれまで読んできたミステリー小説の中で、雑誌、漫画、文芸誌除く、最もおすすめしたい一冊を教えてください。という、アンケートを、ご回答いただきましたので、そちらをランキングにしてご紹介したいと思います。まずは20位からご紹介です。20位、ビブリア古書道の事件手帳、塩理子さんと奇妙な客人たち、三上園著。鎌倉のビブリア古書道が舞台。極度の人見知りだが古書に対する情熱は人一倍の美しい女性店主塩理子と本が読めない大学生大輔が奇妙な客が持ち込む古書とその秘密を解き明かしていく物語です。ミステリーでもあり人間ドラマでもある本作。読みやすさと面白さが相まって一気読みしてしまう人続出のビブリオミステリーです。19位64横山秀夫著。わずか7日で幕を閉じた昭和64年に起きた史上最悪の少女誘拐殺害事件。新元号となり新しい時代の幕開けに色めき立つ世間とは裏腹に幼い少女の死とその遺族の慟哭を目の当たりにした警察は平成の世に紛れてしまった犯人を逃すまいとこの事件を64という符丁で呼び必死に捜査をし続けます。しかし遺族に吉報がもたらされぬまま時間ばかりが過ぎていって元新聞記者である著者だからこそ描ける捜査機関の裏側、そして遺族の悲しみが読んだ人の心を離さない骨太なミステリー小説です。18位、流星の絆、東野圭吾著。3兄弟が夜中に流星群を見に出かけている間に何者かに両親が惨殺されている。時効が迫る14年後、兄弟は両親を殺した犯人を突き止め復讐計画を練りますが、その復讐計画の最大の誤算は妹の恋心だったのです。犯人は一体誰？そして妹の恋心の行方は？発行当時、発行部数が著者最速の25万部を突破した東野ミステリーの代表的な作品です。17位、怪人二十面相、江戸川乱歩著。大物実業家の元に届いた一通の予告状。差出人の名は二十面相。見当虚しく、家宝のダイヤモンドは盗まれてしまいますが、勇敢な少年探偵小林の活躍によりダイヤモンドは取り戻しますが、肝心の二十面相は野放しのまま。その時まるで運命に導かれるように一人の探偵が東京駅に降り立つのでした。昭和11年に乱歩が少年向けに書いた作品で、大怪盗二十面相と名探偵明智小五郎が初めて対峙する記念すべき一冊。明智をサポートする少年探偵団が当時の子供たちを熱狂させ一大ブームを巻き起こした記念碑的作品。ちなみに各出版社で、この作品出ているかなと思うんですが、新潮文庫ネックスの方では、解説に私の大好きな辻村瑞希さんが書かれていますので、個人的には新潮ネックス版を買って読みたいなと思っているところです。17位、マスカレードホテル東野圭吾著。都内で起きた不可解な3つの連続殺人事件。次の犯行現場は一流ホテルコルテシア東京であると突き止めた警察は、ホテルマンなどに扮して第4の事件を未然に防ぐべく奮闘するが、立場も職業倫理観も異なることから何かと衝突ばかりしてしまうホテルマンと警察。しかし次から次へと怪しい人物が訪れることで、次第に警察とホテルマンの間には信頼と共闘意識が芽生えていきます。結末に向かうほど増していく緊迫感、そして最後の人間ドラマ。変わり種でありながら存分に東のミステリーが味わえる作品だと思います。15位、点と線、松本清張著。海外作家により確立されていたアリバイ崩しを継承した著者初の長編小説であり、松本清張ブームを巻き起こした記念的一冊。海岸で発見された男女の遺体。完璧に近い動機がある心中事件かと思われていましたが、ベテラン刑事の鳥貝はこの心中事件の裏に隠された恐るべく計画に気づくのでした。
推理小説界に社会派ミステリーという新風を吹き込んだ、傑作ということで私気になりまして、実は購入させてもらっています。ちょっと古本なんですけれども、購入させてもらいました。こちら読んで、私の中でも松本清張ブームを引き起こしたいと思います。14位、変な家雨穴著。語り部の雨穴は、知人が購入を検討している、都内の中古物件の間取り図に謎の空間があることに気づきます。雨穴はこの間取り図を知り合いの設計士に見せるのですが、この家にはそこかしこに奇妙な空間が存在していたのです。不可解な間取り図の真相とは。会話形式で読みやすいながらも、結末はとんでもない驚きの着地。鳥肌を立てたい方は必読の一冊ではないでしょうか。今年の1月に文庫化されておりまして、そちらの文庫には、本書のキーマンである設計士栗原が後書きを書いているようなんですけれども、栗原の驚きの見解に、さらに鳥肌を立てること受け合いだそうです。13位、産めの夏、京極夏彦著。ある夏の日、関口は古くからの友人である中禅寺の家を訪れます。関口は最近耳にした噂話、20ヶ月も子供を身ごもっている女がいるという話を中禅寺に聞かせます。男の失踪、連続して発生した婴児死亡、そしてつきもの筋の呪い。数々の事件は関口自身の過去と関わっていたのです。超ドンキ本で有名な一冊かと思いますが、分量が多いこともさることながら内容が少々難しく序盤でくじけてしまう人続出な本かと思いますが、最後まで物語を見届けた時に待っているのは震えるような驚き。読み切った人しか味わえない読後感と驚きが多くの人がマイベストミステリーに選んだ理由ではないでしょうか。12位、貨車宮部みゆき著。休職中の本間は東園の男性に頼まれて彼の婚約者関根翔子の行方を探すことになります。なぜ翔子は痕跡も全て消して失踪したのか。謎を解く鍵はカード社会の犠牲とも言うべき自己破産者の壮絶な人生に隠されていました。私が初めて読ませていただいた宮部みゆき作品でして、加えて宮部みゆき沼にハマらせていただいた記念すべき作品でもあります。インターネットに頼った捜査はまだ確立されておらず、情報収集は足で稼いでいきます。読み始めた時は特に気に留めていなかった初期設定だったんですけれども、読了した今思うのは、時になかなか進まない捜査が、単なる人探しではなくなった本事件をよりゾクゾクする読み心地にしていたなと思います。ラスト数十ページは本当にゾクゾクハラハラが止まりませんでして、本当に腕に鳥肌が立ったのを覚えています。11位、すべてが F になる森博著。孤島のハイテク研究所で少女時代から完全に隔離された生活を送っていた天才工学博士真形式。彼女の部屋からウェディングドレスをまとい両手両足を切断された遺体が発見された。偶然島を訪れていた大学助教授斉川宗平と大学生西野園萌はこの奇妙な密室殺人の謎に挑みます。理系ミステリーの金字塔ということで、プロトコルやプログラムなどやや難解な内容もあるんですけれども、ゆっくり何度も読み返せば理解できますし、なんといっても天才同士のちょっと小難しい内容のテンポいい掛け合いが読んでいて非常に気持ちいい。シリーズ10巻すべて読みましたが、やはりこの作品の驚き、そして読後感、そして何といっても独特な世界観は唯一無二でして、一つ抜けた面白さがあったなと思います。10位、模倣犯宮部みゆき著。大川公園で若い女性の右腕とハンドバッグが見つかる。やがてバッグの持ち主は3ヶ月前に失踪していた古川真理子のものであると発覚し、そして後に古川真理子は白骨死体となって発見されます。未曾有の連続誘拐殺人事件を重層的に描いた傑作です。死人も多いですし、事件を重層的に描いていく中でまさかの殺害される被害者視点などもあり、恐ろしくて震えるような思いもします。けれどもそれでも読む手を止めることはできませんでした。ビビりな私が文庫5巻まで読み切ってしまったのは圧倒的な読み応えと精巧な人物描写があったからだと思います。9位、評価米沢ほのぶ著。何事にも積極的に関わろうとしない荘園主義の宝太郎は高校入学と同時に姉の命令で古典部に入部します。
そこで出会った好奇心旺盛のチタンダ L に聞かされた彼女の叔父が関わったとされる33年前に起きた事件の謎について解き明かしていくことになります。描かれる高校生の心理描写は巧みで、謎の背景に見え隠れする高校生たちの悩みは等身大で、誰もが共感してしまうこと間違いなし。物語ラストには物語に散りばめられていた伏線が見事に回収され、爽快感と驚きでエンディングを迎えます。読後特徴的なタイトルである評価が一味も二味も違った印象を持つようになります。8位、白夜行東野圭吾著。大阪の廃墟ビルで質屋の男が殺された。容疑者は被疑者に脅されていたと噂されていた西本文雄だったが、西本はガス漏れ事故で死亡。ついに事件は迷宮入りしてしまいます。一方で被害者の息子桐原良二と容疑者の娘西本由紀穂には誰も知らない接点があったのでした。2人の主人公の19年を追いかける長編小説です。主人公2人の心理描写は意図的に配され、2人を取り巻く人物たちの視点を通して言動を示していくという独特な構成が特徴の一つです。ドンキ本ですが、いつの間にか読み切れてしまう引き込まれるストーリーは圧巻です。7位、オリエント急行殺人事件アガサ・クリスティ著。エルキュール・ポアロシリーズ第8作目、言わずと知れた名作がランクインです。冬の欧州を走る豪華列車オリエント急行には国籍も身分も異なる人物たちが乗り合わせていた。奇妙な雰囲気に包まれた車内で曰くありげな老夫号が視察隊で発見されます。偶然乗り合わせた名探偵ポアロが捜査に乗り出しますが、乗客全員にはアリバイがあったのです。奇抜な結末から著者の代表作として挙げられる作品です。張り巡らされた伏線が結末に向かい見事に回収されていき、ポアロの観察眼により乗客たちの嘘が見破られていく、その過程が面白いところの一つです。ミステリーの魅力がたっぷり詰まった名作の一つかと思います。6位、告白湊かなえ著。まなみは知りました。しかし事故ではありません。このクラスの生徒に殺されたのです。我が子を校内で亡くした女性教師によるホームルームでの告白から物語は始まります。旧友、犯人の家族など次々と変わり、次第に事件の真相が浮き彫りになっていくという構成が特徴の一つ。多人数視点で見えてくる衝撃的なラストは発売当時物議を醸したほどだそうです。私は映画版をふんわりと見た状態で原作小説読みましたが、それでもラストめちゃくちゃ驚きました。イヤミス女王の強烈パンチにノックアウトされてしまった一冊です。5位、ブルートレイン殺人事件西村京太郎著。寝台特急はやぶさを取材する記者の青木は、うつちゃんのコートを着た女を撮影しますが、後にそのフィルムが何者かによって盗まれてしまう。そして翌日、多摩川にその女の死体が浮かんだ。彼女はいつどうやって運ばれたのか。寝台特急の臨場感、疾走感、そして次々と浮かぶ怪しい人物。張り巡らされた伏線が最後怒涛に回収されていきます。私は、ドラマの方はほぼ見たことがないんですが、あらすじ読んで非常に興味を持ちまして、実は買わせていただいています。こちらも古本ですが、買わせていただいています。なんだか遅ればせながら西村京太郎さんの作品ハマってしまいそうな予感を感じています。4位、十角館の殺人、綾辻ゆきと著。十角形の奇妙な館が立つ孤島角島に大学のミステリー研の7人が訪れます。館を建てた建築士中村青氏は半年前、炎上した館とともに焼死したというのです。やがて大学ミステリー研の7人を襲う連続殺人。過去の40殺人事件、そして現在起きている孤島での連続殺人。血の匂い香る物語は過去と現在の事件をつなげていきます。ミステリーとしての面白さもさることながら、本作は何と言ってもあの一文。まだ読まれていない方が非常に羨ましくなるほどに、どれだけいろんなミステリーを読んでも、あの一文を読んだ時の衝撃は唯一無二です。3位、そして誰もいなくなったアガサ・クリスティ著。謎の人物の呼びかけで孤島に集まったのは、互いに面識もない職業や年齢もバラバラな男女10人。だが正体主の姿は島にはなく、やがて夕食の席上で正体主の過去の犯罪を暴き立てる声が。
そして不気味な童謡の歌詞通りに正体の死が次々と殺されていく。犯人は最後まで生き残った人物なのか、それともとにかく読んでいて心拍数が上がっていくサスペンス要素の強いミステリーかと思います。ちなみに連続して人が消えていく、人がどんどん殺されていく作品がランクインしていますね。行方不明だと生死が定かではありませんので、その不安定さがね、非常にハラハラさせますし、次々と人が殺されていくともうシンプルに怖い。この鳥肌を立てる感覚がミステリーを読んでいく中での読後感を決定づけているのかもしれません。2位、三毛猫ホームズの推理、赤川次郎著。体つきは優雅で上品、キリッとした顔立ちの三毛猫。だがひとたび事件が起きれば、咲いた推理で周りを翻弄する。その名もホームズ。そしてコンビの片山は血を見るのが大嫌い。アルコールもダメ、女性恐怖症と三拍子揃った男。ちなみに刑事。女子大生連続殺人事件など、次々と起こる事件に2人は、解決できるのか。猫を主人公に据えた設定が人気を博した作品。調査する中で次々と登場する人物たちが、まるで壮大なパズルのように互いに関係し合いながらきちんとハマっていく展開は、タイトルの可愛らしい雰囲気とは違い圧巻の一言。誰もが驚くラストが時代を超えて愛されている理由の一つかなと思います。ちなみに私、中古なんですけれども Amazon で愛蔵版が売っていましたので買わせていただいています。はい、大切に言わせていただこうと思ってます。1位、容疑者 X の献身、東野圭吾著。今までのランクイン作品で、あれこれが1位じゃないのと思った作品いくつかあったと思います。数々の名作ミステリーを抑え、第1位に選ばれましたのは、累計290万部を突破、直木賞受賞の名作です。天才数学者でありながら不遇な日々を送っていた、高校教師の石上は、一人娘と暮らす、隣人の安子に思いを寄せていました。彼女たちが前の夫を殺害したことを知った石上は、二人の犯罪を完全犯罪へと仕立て上げます。だが皮肉にも、石上のかつての親友であった湯川学がこの事件の謎に挑むことになるのでした。犯人側の石上靖子視点でも進んでいく登場ミステリーでありながら、読者を何度も騙す見事な仕掛け。天才湯川と天才石上の心理戦はどう転んでいくのかが分からず非常にハラハラします。そして何といってもラスト。ミステリー小説を読んでいてこれほど泣いた作品は他にはありません。悲しき犯罪者、孤独な探偵。ミステリー小説であり、精巧な人物描写が見事な誰もが認める名作作品が第1位を獲得しました。以上、1200年に聞いたマイベストミステリーベスト20をご紹介しました。私は一昨年ぐらいからミステリー小説にハマっていまして、それまではあまり読んでこなかったミステリーなんですけれども、今では毎月 2,3 冊は確実に読むようになりました。それぐらいハマっています。それでも当然ながら今回ご紹介している作品、読んでいない作品もいくつかあったので、それらの作品も読みたいなと思っています。見てくださった皆さんも気になる作品や、私にとっても、この作品マイベストミステリーだと思われる作品ありましたでしょうか。ぜひコメントで教えてください。動画最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけますと更新の励みになります。コメントお待ちしております。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。バイバーイ。動画いかがだったでしょうか。久しぶりのアンケート企画ですね。楽しんでいただけましたでしょうか。私はランキング見てるだけでもワクワクしてしまうタイプなので、動画制作中、終始ワクワクしながら、動画作らせていただきました。また好評でしたらアンケート企画できたらなと思っています。いつもありがとうございます。If I ask you, baby, will you set me